鳩を探せということで新しいシリーズを始めていこうと思います。このシリーズはハトノス原理というものの例を紹介するものなんですけど、まずはハトノス原理どういうものなのか見ていこうと思いますが、M1 の鳩を N 個の巣に入れる。M 大なり N なら2羽以上の鳩が入る巣が存在する。これをハトノス原理というふうに言います。M とか N とか言われるとあんまりピンとこないかもしれませんが、これは全然難しいことは言っておらず、すごく当たり前なことを言っていて、例えばこの状況、すなわち鳩が4羽で巣が3個の状況、M が4で N が3の状況、M 大なり N、この条件満たしていて、すなわち鳩の数が巣の数よりも多い状況の時に、この鳩を巣に入れていくと、例えばこの鳩この巣に、この鳩この巣に、この鳩この巣に、こんな感じで入れていくと、どんな入れ方をしても必ず2羽以上の鳩が入る巣が存在する。こういうふうに言っていて、例えばこの状況だと、この巣は1羽、この巣は1羽、この巣は2羽入るので、この巣が2羽以上の鳩が入っているよと。こんな感じで、どんな入れ方をしても必ず2羽以上の鳩が入る巣が存在する。これを言っているのがこのハトノス原理になります。今結局、鳩の数が巣の数より多い状況を考えているので、例えば鳩を巣1個ずつ入れていったときに、鳩の方が多ければその分鳩が余るよと。で、それを入れようとすると、そこの巣のところをかぶってしまい、その巣が2羽以上入るよということで、そういうふうに考えてあげるとすごく当たり前というふうに感じると思うんですが、鳩の方が多ければどっかの巣かぶりますよと。こういうことを言っているのがこのハトノス原理になります。このシリーズではハトノス原理の例、すなわちこのハトノス原理を使ってどんなことが言えるのか、その例を順番に見ていこうと思うんですけど、今回はその例の一つであるこちらを見ていこうと思います。7個のサイコロを振るとき、同じ目が出るサイコロがあるよと。このハトノス原理を使うとこんなことが証明できますので、今回はこの証明をしていこうと思います。まずは実際にやってみようと思うんですが、7個のサイコロを振るよと。今ここに1、2、3、4、5、6、7個のサイコロを用意したんですけど、これ実際振ってみるとどうなるのかというと、落ちてしまいましたが、今落ちた目が3というふうになり、例えばこの状況だと3、3、あとは4も結構かぶっていて、3とか4とかこういう状況なんですけれど、同じ目が出るサイコロ、確かに存在しているよと。このハトノス原理使うと、実はこんなことを証明することができ、結局この鳩と巣っていうのを設定してあげればよく、今回で言うと、じゃあどれを鳩にしてどれを巣にすればいいのかというと、今回はそんなに難しくはないんですけど、結局サイコロの目っていうのは1から6しかないよと。1から6の目で、今サイコロ7個投げるよというふうに言っているので、じゃあこっちの方を7個、これサイコロというふうにして、すなわちこのサイコロを鳩というふうに思って出る目を巣というふうにするよと。例えば2の目が出ているサイコロに対しては、このサイコロをじゃあ2の方に入っていくよ。こんな感じで鳩を巣に入れていくというふうに考えることができるんですが、こうすると7個の鳩で、巣の方に関しては6個ですよと。サイコロ7個で鳩が7羽、巣に関しては1から6の6個、こっちの方が多いので、じゃあどっかかぶるよと。2羽以上の鳩が入る巣が存在するよということで、例えばこの状況だとこのサイコロとこのサイコロ2の目が出ているよと。じゃあこの2という巣、すなわち2の目2個以上そのサイコロから出ているので、じゃあ今のハトノス原理から同じ目が出るサイコロ存在するよ、証明することができたわけです。こんな感じでハトノス原理を使うことによって何かが存在するよと。今回で言うと同じ目が出るサイコロが存在する、こういうことが証明できるわけなんですが、このハトノス原理の例たくさんありますので、今回から順番に紹介していこうと思います。今回はパート1ということで、かなり簡単な例で、ほとんどそのまんまみたいなものを紹介しましたが、ものによっては結構考えるのは難しいのもあったりして、今回はパート1なんですが、パート2、パート3というふうにかけて、徐々に考えにくくなるような、そんな例っていうのを紹介していこうと思います。この鳩と巣をどういうふうに設定するのかというのを考えるシリーズになりますので、鳩を探せというふうに題して、新しくこんなシリーズを始めていこうと思います。よかったら次回以降もご覧ください。今回はここら辺で、また見てください。バイバイ。